どうも皆さん、カイトです。帰ってきた高難易度アクションブラスフェマス2をご存知でしょうか。こちらは2023年8月25日に Steam でリリースされ、2023年秋頃に各 CS でリリース予定のゲームになります。早速通常エンド、新エンド、達成率 99% までクリアしたんですけど、ライトに遊びやすくなったメトロイドバニアでしたね。前作に引き続きの美しい 2D グロデスクアートから序盤でのありえないほどのワンパンダメージ、バラエティに選べる武器パターンにがっつりと探索できるメトロイドバニアぶりはめちゃくちゃ面白かったです。今回はブラスフェマス2というおすすめ作品のジャンル、魅力、ワンポイントアドバイスを簡単に紹介します。では早速やっていきましょう。まずこのゲームのジャンルになるんですけど、棺の中から目覚めたとんがりコーンのメトロイドバニアアクションです。主人公の介護者を操作して再び奇跡に関わる大新進会の罪人をとっちめに行くお話。多分合ってる。前作ありきのゲームには見えるんですけど、独立したストーリーにはなってるんで、今作からプレイしても全然大丈夫かなと。前作ではソウルライク要素が目立ってたんですけど、今回は探索要素のメトロイドバニアに全振りしてて、がっつりとそのあたりも楽しむこともできます。武器は3種類に増えて、パリーマニアになれる王道の剣にリーチ最強の鉄球張りの提灯、細かな連続攻撃ができる双剣と自由に切り替えながら攻略していきます。道中で手に入ったり敵を倒すと溜まっていく殉教の印象で、それぞれのスキルツリーでバフをかけていきます。これらの武器には特性が備わってるんで、行く先々でのステージでのプレイングも重要になってきます。魔法としては前作同様に祈りを2つセットできるんで、攻撃のバリエーションはだいぶ広がります。使いやすいのをつけましょう。パッシブとしてはロザリオを解放することで最大5つの装備スロットが利用できて、さらには彫像を作成することで寵愛の廃止症にもセットできるため、介護者を効果的に強化できます。序盤での敵からの被弾で6割近く持ってかれるパターンも多いんで、ダメ経験重視に振った方が幾分マシに進めます。ゲームを進めるごと新しいスキルは獲得できて、探索の幅が一気に広がりますので楽しみにしててください。これが体力ゲージで、これが熱情ゲージ、これが選択している祈りで、これが選択している武器、これが単純のフラスコ瓶で、これがショップでの購入などに使える償いの涙ですね。基本的にはガチガチに横スクロールに展開していきながら、雑魚敵からのダメージ量と初見ボスに発狂しながら、理解が難しいブラスヘマス2の世界を堪能していきます。ざっくりと説明するとこんな感じ。そしてこのゲームの魅力についてなんですが、1、無印よりライトに遊べるメトロイドバニア。初っ端から2時間ほどプレイしての第一印象は、無印の時よりめちゃくちゃ遊びやすくなったなと感じました。その大きなポイントなんですけど、トラップによる一発デスがなくなったのが大きいかなと。こんなことあってええの？思いがけない落下から絶望的な瞬間にダメージを食らうだけで収まるというびっくり仰天。これで生存確率が高まってるおかげで、ストレスフリーなのがライトに遊べた一番のポイントですね。戦闘面でのソウルライク性も感じ取られるのですが、前作ほどにうっかりデスがなくなったおかげで、敵戦でのデスはしょうがないなと思いながら遊べます。またスキルの使用が王道になっていることもメトロイドバニア要素をかなり強調しています。前作でも探索ありきの箇所は多かったんですけど、武器を使用してのトリッキーにアイテムを獲得するなど、探索の醍醐味はめっちゃ感じられるようになりましたね。2、2D で堪能する得体も知れないアートの数々。この世界で共通イメージと言っていいほど惹かれるのが圧倒的な 2D によるディティール。ここに対するこだわりがめっちゃ素晴らしい。宗教観マックスで何言ってるかわからんキャラも多いんですけど、美しい女神のようなアシスターから指に口づけを求めてくるハンドマスター、蜂蜜大好きおじさまなど、見た目のインパクトが非常に強烈でしたね。さらにボス戦でも初っ端でぶち当たる円盤投げマニア無謀、イカれた大牧師ラダメスなど、フォルムのおかげでこの世界にグッと引き込んできます。雑魚敵のセンスは相変わらず光っているのもポイントの一つで、またステージの外観もめちゃくちゃ見応え十分。場所ごとでのイメージにぴったりな印象が見受けられました。ところどころで差し込まれるようなアニメーションカットも前作の 2D ドットからアニメ調になったことは新鮮でしたね。この世界に没頭する要素がありよりのあり。3、高難易度とはいえクリアできる。
相変わらずゲームの序盤から中盤にかけて被弾によるダメージが6割以上持ってかれることがしばしばありますが、それに対処できるようになる楽さがとても感じられました。以前よりも介護者がヌルヌル動きやすくなったのもあって、一度のデスポイントにぶち当たっても2度目で大体対処できてしまうのがプレイしやすかったですね。すり抜け回避はないんですけど、ダッシュによる回避をマスターするとパリーよりも回避して攻撃する方がしっくりきてしまったのも楽さにつながってたのかなと。武器の種類が増えたことによりパリー重視じゃなくなってしまいましたが、その辺は好みの問題かもしれませんね。どっちも好きだから全然いいが、この作品からメトロイドバニアを体験しようと考えている方にはと通りの王道を突き進んでいるのでおすすめです。4、クリア時間は25時間。エンド、新エンド、達成率 99% のクリア時間は25時間ほどでした。通常エンドまでのクリア時間は15時間ほどでいけたんで、探索回収などを行うとプラス10時間ほど見ておけば良いかなと。ボスに苦労するというより、大量の雑魚戦での絶妙な攻撃と壁に追い詰められての接触ダメージはめなどで悶絶するぐらいで、スラスラいける人にはもっと短縮できるかなとも思います。特に天使の赤ちゃん回収は後々に必須になっていくので注意してください。何はともあれ残り 1% 埋めでの殉教の印象が2時間探しても見つからなかったので感無量。なんだかんだでめちゃくちゃ楽しめました。最後にワンポイントアドバイスになるんですけど、このゲームは踏破率と達成率が必ずしも類似しないんで、ロード画面でどれだけ攻略しているかを確認することができます。ここで達成率が 100% になれば完璧にクリアしたと言っても過言ではないでしょう。ここで一番重要なのは 100% に近づける方法です。必ず取れないアイテム、進めない場所にはマーキングをすることが重要。アイテムの完全収集が達成率に関わってくるんで、後に回収する時にはめちゃくちゃ役に立ちます。ここのアイテム取れないなと思ったら自分なりのマーキングをマップにしておきましょう。カイトの場合はおそらく2つのアイテムの場所を見つけられなかったのはマーキングをちゃんとしていなかったため未収集のままで 99% にとどまってしまいましたね。この辺りを注意しておくと攻略にかなり便利だと感じ取られました。以上になります。介護者になって新天地で奇跡を叩き潰すメトロイドバニアブラスフェマス2。グロデスクな処刑シーンで無駄にテンション上がりながらも接触ダメージの当たり判定にブチギレる。鉄球張りの提灯が使いやすすぎて逃げ戦法叩きが強すぎる。この機会にぜひ介護者になって再び冒険をしてみませんか。きっとチェックマークをつけるのを忘れすぎて探索パニックになり、時だけがひたすら進んでいってなんでやねんってなること間違いないですよ。このチャンネルではインディー作品を中心におすすめのゲームを一通りクリアして紹介しております。少しでも参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をしていただけると幸いです。ではではまたの機会に。カイトでした。